こんにちは。お元気ですか？今日は9月の27日の土曜日ですね。週末ですね。お疲れ様です。ほんと曜日の感覚が私はないんですけれども。数日前にね、久々に美容院に行ってきました。久々っていうのは、前回美容院に行ったのが私、2023年の年末だったんですよ。12月の20何日とかね、そんな感じだったと思うので、本当に1年と9ヶ月ぶりくらいに美容院に行きました。その間はね、髪の毛がどんどん伸びてきちゃうので、いわゆる1000円カットのところでカットだけはしてもらってたんですよ。もうパッと行ってパッと切ってもらってパッと帰ってくると。なのでね、カラーリングとかはね、本当に1年9ヶ月ぶりにしてきたんですよね。なんていうか、髪型を整えるっていうような切り方をすっごい久々にしたなって思いました。カラーリングした時にね、私はね、もうここ数年でね、ちょっと白髪が急に増え始めたっていうのもあるのでね、本来であればちょっと白髪染めカラーにしてもいいんじゃないかなっていうところではあったんですけれども、私がね、そんなに白髪って隠さなくてもいいんじゃないかなっていう風な考えを持ってるので、なんていうかな、白髪と矯正するためにちょっとブラウンというかね、真っ黒の地毛の黒の髪の毛じゃなくて、ちょっと自然にちょっとブラウンというか茶色が混じった風な髪色にねしてくださいっていう風に頼みましたね。なので白髪の白い部分を染めるんじゃなくて、白髪は染まんなくてもいいから、地毛の黒の部分をねちょっとブラウン系にするというかねっていう風にしてもらいました。なんかね、自分がイメージしてたよりもちょっと明るめに染まっちゃったんですけども、別にね、それはそれでいいやっていう感じで、久々に美容院に行って整えた髪型になってまいりました。短めのね、ショートにしてもらったのですっごく楽になりましたね。この楽さを考えたらね、夏前ぐらいに切っておけばよかったかなと思うんですけども、1000円カットには言ってたんですけどもね、1000円カットなので結構、パッと切るだけというかね、ちょっとショートカットっていうのは敷居が高いと思ってたので、簡単なボブにはしてもらってたんですけどね。とにかくね、今回美容院で、ショートカットにできて、もうすっごいすっきりして、もうそれだけで生活が楽だなって思って、ちょっと気分がねいいですあとね、やっぱり身だしなみっていう観点からもね、伸ばしっぱなしの髪の毛でもう白髪もそのまんまカラーもしてないっていう感じだとね、若干なんていうかね、だらしなさって言ったらあれなんですけども、ちょっと身なりっていう部分ではね、コンビニとかスーパーとかだったら全然いいですけれども、人様にちょっと会うとかね、そういう時はちょっと行きにくいかなっていう気持ちもあったので、髪型はね、普段から何かあったらすぐ出かけられるっていう状態にねしておいた方がいいんだろうなって思いました。あとね、単純に私の気分っていうかね、メンタル的なあれで、あんまり美容院に行って人に会ってっていうのがちょっと大変だったので、そういう意味でパッと行ってパッと帰ってくれる1000円カットで、ここ2年弱ぐらいは済ませちゃってたっていうのはありますね。なので私もね、いろいろここ最近はちょっとずつ外に出ようかなって思ったりとか、自分自身で仕事を始めたりとか、そういうちょっとずつ前向きなことができるようになってきたので、髪も普通の美容院に行って整えようかなって思えたのもね、その回復しているいい変化というふうにね感じてますね。でね、美容院行って、あともう一つしたかったのは、歯医者に行くことですね。虫歯とかじゃないんですけれども、私今住んでるところに4年ちょっと前に引っ越してきたんですけども、それからね、
新しいとこに引っ越してくると歯医者とかね、そういうのを探すのがめんどくさくて、ちょっとどこがいいのかなって思うとちょっと迷っちゃうし、だからなんかそんな感じで、ちょっと引きこもりたい気持ちも相まってというか、歯医者もずっと行ってなかったんですよね。それまではね、半年に1回はクリーニングに行くようにしてたんですよ。で、私個人の感覚としては美容院に行くのと同じ、身だしなみの一環として歯医者にクリーニングに行ってました。クリーニングなので別にホワイトニングとかじゃなくて変に白くしようなんて思ってなくて、清潔感とあと歯の健康のためにですね、ちょっとした歯石とかね、なんだちょっと茶渋とかがついちゃった場合はそういうのも落としてもらえるので、そういうクリーニング兼歯の健康チェックみたいな感じで行ってました。やっぱりね、歯っていうのも笑った時とか見える部分なので、不自然に白くしなくてもいいですけれども、常に見た目の白さっていうのはね、やっぱ清潔感と歯の健康っていう意味では身だしなみの一つとして行ってましたね。半年に1回ちょっと行けなくて長引いちゃっても少なくとも1年に1回はずっと行ってたんですけど、それがねここ4年ちょっと歯医者行ってないんですよ。だからね、今週は美容院も行ったし、来週中ぐらいに目標としてね、今度は歯医者に行って1回クリーニングしときたいかなっていうふうに思います。はい。そんな感じでちょっと出かけたよっていうのが今週でしたね。そうそう、先週カフェにも行きましたしね。夏が終わってきて過ごしやすくなったっていうのも一つですよね。やっぱね、夏の間はね暑すぎて外に出た方がいい、引きこもりすぎない方がいいとはいえね、そもそもちょっと暑いからそこで頑張る必要はないかなっていうのもあってね、今は過ごしやすくて、いろんな方もね行動が取りやすい時期なんだろうなって思いますので、ちょっと楽しいとこ行ったりとか小旅行に行ったりとか人に会ったりとかね、そういうのはいいかもしれないですね。気になってる美術館に行ってみるとかね、そういう一人での遊び方もいいですよね。さて、そうだな、前回の動画でね、私ちょっとこれは更年期だなっていうお話をしたんですけどもね、ほてりがあると。で、更年期のほてりっていうとね、ホットフラッシュっていう感じでね、汗がバーって出るっていうイメージだったんですけど、なんか私が最近自分の体でこう感じてるのは、汗は全然出ないんですけれども熱がすごくこもるっていう感覚があって、この首とか触るとこう熱を持ってるというかね、体温がすごく熱く感じるんですよね。それで更年期かなんて思ってたんですけども、さらにまたここ数日ね、こうやっぱりね、私体温というかね、皮膚の表面触ってみると明らかに前よりも暑いなっていうのを実感して、もうこれはね更年期のいわゆる体温のほてりみたいの確実にそうだなっていうのをもう自分の中で腑に落ちたというかね、これはきっと間違いないだろうなっていう風な、なんとなく確証みたいな感じがありました。もうねすごくほてりが大変で辛いとかね、そういうレベルじゃないんですけども、うざいっていうくらいですね。なんかこう熱がこもっててすっきりしないというかね、前だったらね夏の終わりのね暑さが緩んだくらいの軽く汗をかくぐらいのね暑さだったら逆に心地いいくらいだったんですけど、なんかちょっとしたこの暑さもこうなんかこう体に熱がこもってなんかこうすっきりしなくて、エアコンかけなくても全然いけるくらいの気温でもなんとなくエアコンのスーッとしたところにいたくて、ちょっとエアコンかけちゃったりとかしてましたね。だからちょっとあと思ったんですけど、ちょっと風に当たってると楽なので更年期世代のねちょっとほてりがあるなっていう方はね、扇風機とかねそういうところにね投資した方がいいかもしれないですね。
なんかエアコンとかで全体的に冷やしちゃうっていうよりもね、ちょっとこう首振りの扇風機とかでね、こう風がふっと当たってみたいな、それくらいがね、健康的にも体的にもね、いいんじゃないかななんて思ったりとかしましたね。それで私がね、この体温がやっぱり前よりこう熱がこもってるな、体温が皮膚の触ってみたら皮膚の体温の温度が違うなって感じる瞬間っていうのは、例えばこれちょっとベッドに寝っ転がってて、寝っ転がってる時とか、足の右と左の足がね、こう当たり前ですけど合わさってるというかね、こう普通にこう別に足広げてるわけじゃないんで、内ももとかがね、左と右の内ももとかが当たったりするじゃないですか。あとはちょっと膝片方だけ曲げてたら、膝とかふくらはぎと反対側の内ももが当たったりとかして、とにかく足同士がくっつくわけじゃないですか。でそのくっついた時の足の温度が、あれ足熱くねみたいな感じで、でパッと触ってみると、そこまで熱くないかもしれないけど、やっぱりちょっと熱いなって感じたり、だから微妙にでもやっぱりちょっと体温、皮膚のね、表面の表皮の温度が高くなってるっていう感じはしましたね。で如実に触って体温が上がってるなって感じるのは、やっぱり首ですね。首周り、この熱とかが放出しやすいところのはずなんですけどね、首周りとかね、太い血管が皮膚の近くを走ってるから、だからそういうのも熱の放出がちょっとうまくいってないのかなって思いましたね。あとはこの鎖骨の下あたりですね、胸の上の方ですね、そこも触ってみると結構体温が高くて、この辺触ってみて体温が高いって感じたことなんて今までなかったんで、あれやっぱ明らかに触った感じ、全体的に体温がね、表面の表皮の部分の体温変わってるなって感じましたね。あとはね、お手洗いとか行った時にね、ズボンをこうパッと下げるじゃないですか。で下げる時、腰のあたりとかお尻のあたりとかにちょっと手がこう触るじゃないですか。そしたら腰のあたりとかね、そのお尻のこのあたりとかね、その辺もね体温が高くて、あれって思いましたね。この辺お尻のあたりとかって結構ヒヤッとね冷たくなってるイメージだったので、あれここも体温が高いわと思って、それはちょっと新鮮って言ったら変ですけど驚きでしたね。こんな風にいろんなところが体温高くなるんだと。これがほてりというかね、体温の熱の放出がちょっとうまくいってなくてこもっちゃってるっていう感じなのかなって思ったりとかしましたね。なんかね、こういう感じなんだなっていうのをね、しみじみ実感したりとかしました。なんかね、そう言われてみれば、私が子供の頃とかね、おばあちゃんとかね、そのおばちゃんとかおばあちゃんとかね、そういう人たちの手ってなんかあったかかったような気がするんですよね。もしかしたら、もちろん全員が全員じゃないでしょうけど、結構それくらいの妙齢の方、このアラフィフとかアラカンとかね、だから50前後とかね、60前後とかねの方とかって、単純に体温が高いっていうよりも、もしかしたらその更年期のあれで少しこのほてりの一環として、この体温がね、この皮膚の表皮のあたりが熱がこもってて、こう体温が高くなってるっていうのはね、あったのかなっていうふうに思ったりとかしましたね。子供の頃はね、そのおばちゃんとかおばあちゃんとかのね、手の体温が温かいのはね、なんかこう優しいっていうイメージがあったのでね、なんかそれはそれでいいイメージかなっていうふうに思ったりはしたんですけどね。そんな感じでね、こう更年期が徐々にちょっとずつ始まったんだろうな、私もなんて思ったりしました。今48歳なのでね、結構平均的なあれかなって思ったりしてます。私ね、個人的にもしかしたら閉経とかね、更年期とかって人よりも早く始まるんじゃないかなってちょっと思ってたんですよ。
っていうのも私はもともと若い頃から生理の周期がすごく短くってね、1年間に12回じゃなくて16回とか来るんですよ。だいたい23日とか24、4日間に1回ぐらい生理が来るんですよね。ということはその回転が早いってことは早く閉経するかもなって思ってたので、まあ思ったよりも別に平均的なその閉経の時期だなって思いました。まだ閉経はしてないんですけれども、生理の期間がちょっと空いたりとか、その周期が乱れたりとかはね、そういうのはしてる状態ですのでね。あとね、単純にその生理のこの頻度が多くてっていう理由もあるんですけれども、私はね結婚もしなければ子供もね妊娠もしたことがないので、つまり妊娠をしてないっていうことはね、それだけノンストップで排卵を続けてきたっていうことですよね。妊娠とかするとね排卵とかが止まるはずですよね。そうそう。だからその子供を産む間ね11ヶ月とかねつまり排卵が止まってるわけですから、その間はねこの子宮とかは休んでるわけですよ。だからその子供を授かったことがない私としては排卵をノンストップで続けてきたので、だからその閉経を迎えるのがちょっと早くてもね平均よりもねおかしくないかなっていうふうに思ったりとかしてますね。だから若い頃はね生理痛とかもねよくでもないけど昔ね救急車に運ばれて生理痛がひどくてね、その後そこでのお医者さんにね子供を産めば治るよなんていうね心ないことを言われた記憶とかもありますけれども、子供を産むと子宮とかねこの女性器が成熟してっていうのもあるし、あとは一回この排卵そこでねまたちょっと排卵が止まってまた始まるっていうそういうのが子宮が一回お休みの期間もあるっていうのもあって、子宮は一回休めるらしいんですよね。らしいっていうかねごめんなさい、らしいみたいな言い方で、そうだからねそういうので例えば生理とか女性系の病気とかは子宮内膜症とか子宮筋腫とかね、そういう一般的なよくある病気とかも妊娠とかしてない方とかはノンストップでその女性器が働き続けてるので妊娠出産とかをして一回女性器がお休み期間があった人よりはそういう病気になりやすいみたいのもねちょっと聞いたことがありますね。そんな感じで自分の体はこんな感じだったななんて思ったりとかしてましたね。なんだろう、それくらいかな最近というかここ数日思ったことといえばそうちょっとねその生理関係で言うと最近ちょっとね腰痛改善のヨガをしてなかったんですよ。4ヶ月くらい前にね一時期腰痛がひどくなって、それから腰痛改善のヨガをねそれまでは結構定期的にやってたのをちょっと仕事にかまけてサボっちゃって、一回4ヶ月くらい前にすごい腰痛がひどくなって、すっごいっていうか普通に生活できるレベルでしたけど、それでね反省してねちゃんと腰痛ヨガをやって、おそらく、自力でこうやってちょっとずつ直してだいたい3ヶ月後ぐらいには元に戻ると思いますなんて前も言ってたかと思うんですけども、だいたいねその通りで1ヶ月くらいでだいぶ良くなって、2ヶ月ぐらいでさらに良くなって、3ヶ月後ぐらいにはね普通に戻ってたんですけども、また最近ちょっとねサボってたせいかね1週間くらい前かな、またちょっと腰痛になったんですよね。やばサボってたしなーなんて思ってて、で3日前ぐらいにね夜久々にねその腰痛対策のヨガをやったら、次の日ねもっとなんか腰が痛くなったんですよ。あれと思ってね、おかしいなとか思いながら自分の腰とか観察して、
観察してみたらね、今までの腰痛の痛さと若干違うことが分かったんですよね。痛みのポイントとか場所とか痛みのタイプとかは同じだったんですけども、今まではね、この腰をこう反ったりとかするとこう痛いんですよね、そういう時って。だからヨガのポーズでも腰を反るようなねポーズができなかったりとかして、でもね、今回の腰痛はその逆で、反るのは全然楽で、逆に腰を曲げる、だから前にお辞儀するとか、そういう伸脚じゃないな、足の裏とかを伸ばすとかね、そういう前かがみになると腰が痛いっていう、これ今までにないパターンだななんて思いながら、なんでだろうなんて思ってたりしたんですけど、だからヨガでね、よくあるキャット&カウっていうポーズがあるんですけども、これもね結構腰痛に効くポーズのベーシックなあれなんですけども、キャットの方がね、猫が怒った時みたいにね、背中とか腰とかをぐーっと丸めるんですよね、四つん這いになって。でカウの方が逆に反るんですよね。だからそれでね、今までだったらキャットの方が楽だったのに、今回はキャットの方が痛くてできんって思ったっていうね。だからなんだろうと思いながらね、ちょっと様子を見ながらいろいろ自分で改善するためにねやってたとこなんですけど、今日ね急に生理が来たんですよで思ったんですけど、もしかしたらこれ生理前の骨盤とかがちょっと動く際のその影響での腰痛だったんかもしれないって思いましたね。で更年期のくらいになってからここ最近生理の周期も乱れるって言ってたんですけども、生理がね2ヶ月くらい空くこともあったりとかしたんですけども、前回の生理は2ヶ月空いたんですけども、その前回から今回ね18日しか今日経ってないのに生理が来たんですよ。だからやっぱり周期が乱れてるのと、あとねこうやって急に来たのもあって、もしかしたら生理が始まる前とかってね骨盤が開いたりとかするんでね、そういう時ちょっと腰痛がそれに応じて起こったりとかもするので、もしかしたら女性器関係のねで骨盤がちょっと動いたりとか、そういう関連もあって、もしかしたらここ数日腰が痛かったのかもなって思ったりしましたね。なので生理が終わるにつれてこの腰痛がどう変わってくるのかっていうのもチェックポイントかなっていうふうに思いました。あとはねここ数日ちょっとね靴下を履くのをね若干めんどくさがっちゃってたっていうのもありますね。ちょっとほてりなのもあって、そんなに足もね暑いっちゃ暑いんで、でももしかしたらこの足が冷えたことによって足が冷えると結局その冷えた血液が上ってきて最初に到達するのはね、この前膀胱とかその近辺って言いましたけども、位置的にはね腰のあたりとかね子宮とかねその辺も近いわけですので、その辺が冷えたことによって腰痛につながるっていうことも十分考えられるので、靴下をちゃんと履かなかったっていうのもねもしかしたら原因じゃないかななんて思ったりしてました。ということで私はねこんな感じでこの妙齢ライフをね更年期世代のね48歳アラフィフ世代というのをね、マイペースで過ごしていこうかなっていうふうに思っております。ということで今回もちょっとねそういう更年期系の話になってしまいました。それではまた。